こんにちは、ずんだもんなのだ。こんにちは、四国メタンです。そういえば、キャンプサイトって夜になると街灯とかなくて暗いじゃない。なんでこんなに暗いのかしらね。松明作ってみたけど明るくないし。というかそれじゃあサバイバルなのだ。だからガソリンランタンを使ってみたいのよ。明るくてザ・キャンプな雰囲気も出ていいと思うんだけど、使い方が難しかったり炎上したりとかよく聞くじゃない。実際のところどうなのかしら。もちろんガソリンランタンは燃料の性質上取り扱いに注意が必要だし、気をつけてほしいポイントはいくつかあるのだ。じゃあ今回の動画ではガソリンランタンを使ってみようと思ってる方向けに使い方、注意点やランニングコストを解説するのだ。これを見れば自分のキャンプスタイルにガソリンランタンが合っているかどうかわかるわね。じゃあ早速始まりなのだ。早速だけど今売られてるガソリンランタンのモデルについて紹介していくのだ。いろいろあるのね。そうなのだ。現状で販売されている機種だと 286A、290A、ノーススターがあるのだ。 286A と 290A は形が結構似てるけど大きな違いはあるのかしら。マントルという光る部品が 286A だと1つ、290A だと2つになっているのが大きな違いなのだ。それ以外は些細な違いなのだ。右のノーススターが一番大きくてデザインも近代的な感じね。大きいだけあって一番明るいのだ。デザインも他のモデルとは少し違うわね。直線的なボディ形状でかっこいいデザインをしているのだ。今回はノーススターランタンを例に挙げて使い方を説明していくのだ。と、その前に各部の名称を覚えてほしいのだ。後で困るから仕方ないわね。特に覚えておいてほしいのは順二傘、留めネジ、ホヤ、ホクチ、ジェネレーター、カラー、ポンプ、燃料キャップなのだ。それぞれの役割を説明するのだ。傘はランタンの一番上の部分のことでハンドルがついているのだ。燃焼中に隙間から熱い空気が出るから、ランタンがついてる時は触っちゃいけない部品になるのだ。それはわかるわ。この留めネジは本体とつなぎ止めてる部品なのだ。だから持ち上げる時とかは緩んでないか確かめてほしいのだ。続いてのホヤはガラスの部品になるのだ。夏の夜に使っていると虫さんがいっぱい入ってきてお亡くなりになるのだ。ホクチは気化したガソリンが出る部品なのだ。ここにはマントルという布を取り付けるのだ。この金色のパイプはジェネレーターなのだ。これは何をする部品なの？ガソリンを温めて気化する部品なのだ。詳しくは後で述べるのだ。カラーは燃料タンクとホヤの部分をつないでいる襟の部分なのだ。最後の燃料キャップはもちろんタンクのキャップね。さてここからは点火の準備をしていくのだ。まずは燃料を入れるのだ。純正のロートを使うと入れやすいのだ。だいたい8分目くらいまで入るから入れ終えたらキャップを閉めるのだ。そうしたらポンプを持って硬くなるまでタンクに空気を送り込むのだ。もう着火できるのかしら？まだなのだ。マントルを取り付けていないのだ。ランタンはマントルと呼ばれるパーツが高温になって光っているのだ。電球のフィラメントみたいなものだと思ってほしいのだ。これは初めからついているの？ついてないのだ。基本的に使う直前に取り付けるのだ。なるほどね。下準備が必要なのね。じゃあ続いてマントルをつけるまでの流れを説明するのだ。ノーススターで使うのは95型と言われるマントルなのだ。火がつく前はツヤツヤした布でできた網みたいね。これをホクチのくぼみにセットするのだ。下の方も忘れずに留めるのだ。この時に注意してほしいのはなるべくねじれやシワがないように取り付けてほしいのだ。下の方はたるませていてもいいのだ。取り付けたわ。もうつけちゃってもいいのかしら？まだなのだ。マントルが灰になってないと着火しても光ってくれないのだ。まず燃料レバーを開かずにマッチやライターなどで火をつけるのだ。これを空焼きというのだ。燃えてきたけど少しずつ炭になって消えてきたわよ。まばらに燃えてきたら少しだけ燃料バルブを開くのだ。ガソリンが当たるとよく燃えるから本当にちょっとだけなのだ。少し待ってみて真ん中あたりが白い灰になったら完成なのだ。上下の部分は黒く炭で残ってても使っているうちに灰になるから大丈夫なのだ。
この空焼き中は風に吹かれると片方側だけがよく焼けてしまったりして形がいびつになってしまうのだ。だから火がついたらすぐホヤをかぶせて燃えるのを待ってほしいのだ。マントルがちゃんと灰になったみたいね。じゃあこれで下準備が全部終わったのだ。ライターを用意するのだ。あれ、自動着火装置がなかったかしら？あったんだけど壊れちゃってるからライターでつける方法を説明するのだ。ホヤを外してからつけるのかしら？ランタンを下から覗くのだ。カラーに2つ穴が開いているのだ。ここからライターの火を入れるのね。そうなのだ。火をつけたライターを近づけてからゆっくりと燃料レバーを開くのだ。この時絶対やっちゃいけないのが燃料レバーを開いてからライターを近づけることなのだ。ガソリンの霧が溜まった中で火をつけたりしたら爆発しちゃうわ。それは気をつけないといけないわね。火はついたけど大きな赤火になってるわね。心配することはないのだ。燃料をちゃんと気化できて安定するまでは赤い火が出てしまうのだ。火がついた位置から燃料レバーは動かさずにそのままにしておくのだ。すぐに最大に燃料レバーを開けると大きな赤火が出てたくさんのすすでホヤが曇ってしまうのだ。火が安定してから徐々に火力を上げてほしいのだ。どういう原理なのかしら？ちょっとだけ図で仕組みを解説するのだ。さっきポンピングしてタンクを高圧にしていたのだ。だから燃料レバーを開けるとガソリンが燃料チューブジェネレーターを登ってくるのだ。ふむふむ。ジェネレーターの先端のノズルから燃料が出てくるのだ。空気と混合されて北地から出てマントルで燃えているのだ。なるほど。そうすると近くのジェネレーターも同時に温められるのだ。自分の発した熱で次に上ってくるガソリンがどんどん気化されていく仕組みなのだ。だからしばらく待つとちゃんと燃えてくるのね。火が安定してきたら追加でポンピングするのだ。点灯中はタンクは高圧になってる必要があるのだ。暗くなってきたりしたら追加でポンピングをしなきゃいけないのかしら？そうなのだ。暗くなってきたり不規則に明るさが変わったりするからすぐにわかるのだ。目安だけど1時間半に1度くらいでいいのだ。ポンピングするときはやけどしないように燃料レバーより上の部品には基本触らないようにするのだ。特にこの辺りは触らないようにしましょうね。これだけ明るいとさぞキャンプでは活躍するわよね。それはもちろんなのだ。けどランタンハンガーは忘れないでほしいのだ。吊るして使うってこと？そうなのだ。地面に置くと足元だけしか明るくなくて意味がないのだ。上から照らして使った方がより効果的なのだ。あとテントの中とか室内では使えないから明かりには LED ライトも組み合わせてほしいのだ。最低限でいいならスマホのライトとかでも大丈夫ね。消すときは燃料レバーを閉めて火を消すのだ。ライトみたいにスパッとすぐには消えないのね。ジェネレーターや途中の部品に燃料が残っているから消えるまで少し時間がかかるのだ。撤収時は燃料キャップを緩めて圧を逃がしてあげてからしまうのだ。ちなみにこのマントルって何回くらい使えるのかしら？ちゃんと形ができていればワンシーズンは軽く使えて来年も使えるはずなのだ。けど風とかで横から衝撃を受けると簡単に割れちゃったりするから大切に使ってほしいのだ。こんな感じで割れちゃったりするのだ。まるでウツボカズラね。いかがでしたでしょうか？燃料が違うけどあまりガスランタンと違いはないわね。ちなみにランニングコストってどれくらいかかるのかしら？気になると思うから調べてみたのだ。結果を言うと純正のホワイトガソリンやマントルを使うと高くなってしまうのだ。最大火力で1時間つけていた時点火前後の重量は 104g 減少したのだ。そこから燃料は比重から約 142ml 使ったことになるのだ。ここから計算するとホワイトガソリンなら約142円、レギュラーガソリンなら約24円かかるのだ。レギュラーガソリンはだいぶ安いわね。そうなのだ。安いけど購入するときはセルフ以外のスタンドで指定のガソリン携行感、免許証の提示、利用目的の回答が必要なのだ。なるほどね。マントルの方はどうかしら？これも純正で揃えてしまうと2枚で900円程度なので結構お財布に響くのだ。けどアリエクスプレスなどで互換性のあるマントルが買えるからぜひ見てみてほしいのだ。実際に使ってみたけどなんら遜色がなさそうなのだ。4枚セットで送料込み300円程度だからすごくおすすめなのだ。
286円や290ランタンが使う 21A 型マントルだと10枚セットで250円とかなのだ。今送料ちょっと高いけど純正品に比べるとすごくお求めやすいわね。概要欄にリンクを貼っておいたから、もしよければ見てみてほしいのだ。さて今日はここまでなのだ。特徴さえ知ってしまえば普通にランタンとして使っていけると思うのだ。そうね、視聴者さんもためになったとか、ここが知りたいとかありましたらぜひコメント欄で教えてくださいね。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。またね。